どうもこんにちは、川口の健です。今日は MTO の完成品の紹介していきたいと思います。この前4月ぐらいにもやったんですが、オーダーいただいた MTO また結構仕上がってきましたので、全部は紹介しきれないんですが一部紹介させていただきます。以前お客さんにこんなことを言ってもらいまして、MTO の紹介の動画また見たいですと。あれめちゃくちゃ参考になるし、見てるだけでどんな靴欲しいかっていうのを考えるのがワクワクしますっていうことをね言っていただき、すごく嬉しかったので撮ります。 MTO オーダーの際、そしてビスポークオーダーの際の参考にぜひなればと思います。こちらはイノシシ革ナチュラルで製作したモデル名アルダーですね。これものすごくかっこいいと思います。イノシシ革のこの生成りのヌメ革ですね、それに合わせてソールも生成り、そして出し縫いの糸やアッパーの糸も全部白でやってるんですけど、ここまでナチュラルだらけの靴ってそうそうないですけど、すごくハマってて、このイノシシ革の表情にもよく合っててかっこいいですね。ポイントとしてはですね、これハーフミッドソールになってますね。 MTO で公式ではハーフミッドソールメニューにないんですができますので、こういうのご希望の方いらっしゃればおっしゃってください。ハーフミッドソールはこのフロント部分だけダブルソールになって、ウエスト部分はシングルソールなので、こうウエストにかけて少しソールが薄くなるんですよね。この靴オーダーいただいた方はかなりヴィンテージ靴好きでもあって、ヴィンテージの靴らしさみたいなところも意識してこういった仕様にされていました。結構今黄色っぽく映ってるんですけど、映像よりもうちょっと白っぽい感じですね。ただヌメ革なんでエイジングしていくとどんどん飴色に経年変化が進むと思います。とても楽しみですね。これはタッセルロファーのカメリアですね。アッパーの革、これコードバンです。ホーウィンのシェルコードバンですね。でライニングがグレーになってます。すごくオールデンっぽい感じはしますねこれも非常にスタンダードでかっこいいと思いますね。コードバンはシワが入ってからさらにこう味わい深くなっていきますので、どんな風に育っていくか、今後またオーダー会来ていただける時ありましたらぜひ履いてきていただきたいですね。タッセルローファーは少しこのタッセルが大ぶりになってまして、ちょっと華奢な可愛らしい感じを出してますので、結構女性の方にもおすすめですね。そしてコードバンでこのモカのやるとすごくムチっとするんで、この U チップ系にコードバンはおすすめです。こちらチェスナットですね。エプロンダービーのモデルなんですが、これ意外とレアで、レアというのはアッパーの革がこれワインハイマーのボックスカーフなんですね。チェスナットって結構サンプルであるようにこういった茶系のコードバンだったりイノシシ革、表情ある系の革で作ることがオーダーいただくことが多かったんですが、これは黒のボックスカーフ、なんかまたチェスナットの違った一面が見れた気がします。やっぱりカジュアル系の革使うよりも全体的に迫力があってどしっとしてます。U チップエプロンダービーだからといってカジュアル系じゃなくて、こういったボックスカーフ黒で制作するというのもかっこよくなるという見本ですね。貴重なオーダーありがとうございます。こちらはホーソーンですね。ホーソーンのミュージアムカーフネイビーです。これですね、ホーソーンってサンプル今1足しかないんですが、スクエアトーで作ってるんですよ。スクエアトーでこうちょっと攻撃的な感じ、かなりドレスっぽい感じで作ったんですが、これラウンドもいけます。でラウンドのオーダーをいただきまして、これホーソーンのラウンドトーモデルになってますね。このエプロン部分もスクエアからラウンドに変えてます。ホーソーンのスクエアもかなりドレッシーで攻めててかっこいいんですが、このラウンドの少しコロンとした感じもかっこかわいいです。そしてやっぱりミュージアムカーフは色がとても美しいですし、スキンステッチもすごく綺麗に出て映えますね。そしてこれはフルハンドメイドモデルでした。フィドルバッグで半カラスで仕上げてあります。こちらはペカンですね。パンチドキャップとオックスフォード。これすごくオーソドックスなドレッシーな靴なんですが、
ポイントとしてはアッパーがミュージアムカーフの黒ということですね。ミュージアムカーフの黒って分かりにくいんですけど、強い光に当てると紫っぽくもやがかかっているような感じが分かりますかね。真っ黒だとボックスカーフの黒ってこういう色なんですけど、こうやって強い光に当てると結構違いますね。ミュージアムカーフは結構ロット差もあって色味の感じ、若干ばらつきはあるんですけど、ミュージアムカーフの黒だとこんな雰囲気です。なので仕事で使うので黒い靴がいいんだけど、ちょっと面白くないかなみたいな方にこのミュージアムカーフの黒結構おすすめですね。ただ黒いクリームで磨いちゃうと多分どんどんムラなくなっちゃう、本当に黒になっちゃうので、少しグレーがかったクリームとかニュートラルでケアする方がいいかもしれないですね。こちらはローレルです。コインローファーですね。アッパーは新コード版のコニャックです。この新コード版のコニャックでローレル作ったのってこの靴が初めてなんですが、なんかもう似合いすぎてて、ああそうだよね、こんな感じだよねっていう、すごくいい意味で新鮮味がないというか、めちゃくちゃフィットしてるっていう、そんな感じがありますね。見たことない組み合わせなのに見たことがある気がしました。それぐらい素晴らしい革とデザインチョイスだと思いますね。そしてすごく使いやすいと思います。新コード版柔らかいので、ここねちょっと触ってみると分かるんですけど、こういうふうにすぐへこむじゃないですか。それぐらいしなやかなので、ローファーの少し気の抜けたリラックスして履くっていうのにぴったり合ってる革だと思います。実際ケアもそんなに気使わなくていいです。結構オーダー会とかでコード版どうなんですかって心配される方多いんですが、多少雨に当たっても大丈夫だし、ブラッシングで結構すぐピカピカに戻ります。その代わり日々のケアはそれなりにクリーム入れてっていうのはあらかじめやっといた方が水染みとかは残りにくいですね。ただそんなにコード版だからって身構えなくても、もっと気軽に履いてもいいんじゃないかなと思います。こちらかなり派手ですね。これミュージアムカーフなんですけど、色がトープっていう色で、最近新しく出た色なんですね。明るい茶色とベージュのムラ感ですね。本当大理石みたいな、そんな感じですよね。モデルはスノーベル3アイレットのブレンダービーですね。このパイピングを少し明るいものにしてますので、結構個性的な見た目になってます。可愛らしいですね。カジュアルな感じが前面に出てます。スノーベルってこの羽の形結構特徴的なんですけど、こういう風にパイピングで強調するとさらに襟っぽくないですか？丸襟ですね。そんな感じに見えます。でスノーベルは地味にすごく贅沢なパターン取りで、前と後ろ2枚なんですね。1枚1枚ですね。合わせて2枚で取ってますので、かかともシームレスヒール、存分にミュージアムカーフのムラ感を楽しめます。こちらはコインローファーローレルですね。サンプルで制作したんですが、アルラン・シュリーというヤギ革ですね。フランスのヤギ革のブルーを使った靴です。なかなかこの色味をレースアップの靴で使うってなると結構ね、激しい靴になりますが、ローファーだとカジュアルで可愛い感じがしていいと思いますね。でこの靴ダブルソールになってますね。ローファーなんですが、底周りにボリュームを持たせています。ダブルソール、ソールが二重になっていて、そしてかかと周りもベルトのつくダブルベルトになってますね。最初ダブルソール履くの硬くて苦労すると思うんですが、シングルソールに比べて安定感がありますし、やっぱりソールのどっしり感が出ますので、最近結構厚底系の靴、ね、見るじゃないですか。レザーソールでこんな風にソールにボリュームを持たせてみるっていうのも一つありだと思います。これまた少し個性的なオーダーです。イノシシ側のキャメルですね。これにタッセル部分だけこれスエードですね、組み合わせてます。タッセルのフリフリ感がより強調されて、どんな風なスタイリングで履いていくのか考えるのが楽しみな靴ですよね。でイノシシ側は担任なめしなので結構経年変化します。先ほどのナチュラルもそうなんですが、キャメルも色味
濃くなっていくと思いますし、ツヤもどんどん出てくると思います。こういう靴の場合はスエード部分クリームがつかないようにしないといけないので、ちょっと気を使うかもしれないですが、すごく遊び心のあるオーダーなので、ぜひ楽しんで履いていただきたいです。これはスクエアトーのホーソンですね。革はイルチアンのボックスカーフ黒です。かなりドレッシーな一足なんですが、ダブルソールにして底回りどっしりと迫力が出てます。スクエアトーはラウンドトーに比べて少しステ寸が伸びてシャープになってます。こちらはですね、同じくホーソーンなんですが、黒とナチュラルの革のコンビです。黒の部分がイノシシ革、ナチュラルの部分がクマ革になってます。ホーソーンはエプロン部分が別パーツになってますので、こういった感じでコンビの仕様にすることができます。クマとイノシシのコンビですからね。まあ世界中探しても遅くないんじゃないですかね。なかなか珍しい靴です。もちろん黒黒でクマイノシシっていうのもありですし、ナチュラルもありですね。ただナチュラルはクマの方が白っぽくて、イノシシ側の方がベージュっぽい感じの色味になる傾向があります。ただこれは本当にロット差、個体差も大きいので、こういったね素材違いやる場合はその辺ぜひご理解いただければと思います。そしてこれはイノシシ側キャメルで作ったチェスナットです。キャメルっていう色は結構オレンジがかってます。イノシシ側は黒、ダークブラウン、キャメル、ナチュラルなんですが、その色味の通り明るくなるにつれてカジュアルになっていくかなという感じがしますね。チェスナットはもともとイタリアっぽいデザインっていうところをイメージしてますので、こういったライトブラウン系の革はもちろん抜群に合います。これはホーソーン、アッパーはミュージアムカーフ、スティールという色です。鉄ですね。ダークブラウンとグレーの中間みたいな感じですね。かなり渋めの色合いで、なかなか他にはない色味です。ホーソーン、新しくデザイン出してからかなりたくさんオーダーいただいて、実は今、デザインの人気の中で言えば2位か3位ぐらいですね。このホーソーンスクエアトーでかなりシャープに仕上がってます。かっこいいですね。
はい、ということで非常にたくさんオーダーいただきまして、ちょっと全部は紹介しきれなかったんですが、いくつか紹介させていただきました。本当にたくさんオーダーありがとうございます。僕自身がこの履き心地いいよねと、このデザインかっこいいよねっていう風に作り上げた、言うなれば自分の子供なので、それを気に入って自分も欲しいと、そして買っていただけるっていうのがとっても本当に嬉しいです。また今後も受注会、東京、大阪を中心に地方都市も含めて開催していきますので、ぜひオーダーちょっとまだだけどフィッティングシューズ履いてみたいなとか、サンプル見てみたいな、どんな靴なのか手に取ってみたいなっていう、それだけでも全然大歓迎なので、ぜひご来場いただければと思います。ということで MTO の完成品の紹介でした。それではまた。